うつむきながら歩く女性の名はジュリス・アン・ニーリー。よく見ると腰に手錠がぶら下がっています。実は彼女はアメリカで最年少の女性死刑囚だったんです。1982年9月、アメリカ・ジョージア州モーテルの一室でジュリスが双子の子供をあやしていました。いっぱい食べて偉いわね。眠くなってきちゃったのかな。そこに彼女の夫が帰宅。夫が買ってきたものを見てジュリスは微笑みます。ありがとう。これ一度試してみたかったのよ。夫からそれを受け取ったジュリスは早速トイレに向かいました。ドアを開けるとそこにはなんと手錠でつながれた少女の姿が。10代前半くらいに見えるその少女は衣服を身につけておらず全身あざだらけ。下半身からは血が流れています。お願い、もう許して。怯える少女にジュリスは優しく声をかけました。大丈夫よ、これで楽になれるわ。ジュディスの手にあったのは排水管クリーナーと注射器。なんと彼女は排水管クリーナーを注射器に充填し少女に注射したんです。双子を育てながら少女を監禁するジュディス。なぜ彼女は母親でありながら少女を痛めつけたのか。ジュディスを残忍な犯行に駆り立てたのは身勝手な怒りだったんです。おさおすけんちゃんです。やみこんでやみこさんね、10月25日ついにルナの誕生日でございます。何歳2歳になりますね。2歳、はい、おめでたい。もう2年も経ったのね。早いわね。早い。もう最初もうこんぐらいだったんですよ。みじんこじゃないの、もうこんななっちゃって今、ね、生物が違うのよ、絶対それ。で、やみこさんどうしたらいい？皆さんも猫の誕生日ってどうしたらいいか。誕生日？なんか誕生日ケーキとかあるって聞いたことある。猫用の？そう。それなんか売ってんだ、どっかに。売ってる場所とか知ってるんですか、やみこさん。いや、知らねえじゃん、絶対。ちょっと早すぎたけど、知らねえじゃん、絶対。ネットで調べなさいよ、そのぐらい。ネットでね、確かにね。今の時代。ネットかチャット GPT とかで調べるわ。あざっす。今回ご紹介するのはアメリカ・ジョージア州で起きた拷問殺人事件について。なんと犯人は自分の子供を連れたまま犯行に及んでいたんです。どうして子供連れたまま犯行なんてできんのよ。神経やばいんじゃないの、ちょっと。まともな精神状態とはね、本当に思えないですよ。そんなこともあって、これ全米注目の事件になったんです。そしてその犯行は子連れの母親の犯行とは思えないほど凶悪な手口だったんです。最年少の女性死刑囚。まずはこちらの写真をご覧ください。窓辺で微笑む若い女性の名前はジュリス・アン・ニーリー。1984年10月にアメリカ・アラバマ州で撮られた写真なのですが、この時彼女がいたのは刑務所の中です。実はジュディスは死刑囚。驚くことに彼女が死刑判決を受けたのは若干18歳の時。彼女が犯した主な罪は強盗と殺人です。そう、彼女の表情からは想像できないような凶悪な殺人鬼だったんです。時は流れ、1999年、ジュリスの死刑執行まであと数日となった時、当時のアラバマ州知事がある決断を下しました。なんと、死刑判決を受けていたジュリスを終身刑に減刑。さらにその後、長い獄中生活を経て、とうとうジュリスに仮釈放のチャンスが与えられることになったんです。2018年5月、ジュリスの仮釈放審問が開かれました。しかし委員会はたった1分でジュリスの仮釈放を却下。彼女の犯罪を知っている者なら誰もが納得したことでしょう。この場にはジュリスに殺された被害者の親族も出席していました。被害者の妹は次のように語っています。I don't believe she's changed. She comes up for another hearing in 5 years. Do you plan to be here? Yes, I'll be here. If my mother's still here, she'll be here. My brother, my sister. We come every 5 years until we're no longer breathing, or she's no longer breathing one. ここで仮釈放が認められた場合、ジュリスの身柄はそのままアラバマ州からジョージア州に移され、別の事件で終身刑に服することになっていました。なんとジュリスはアラバマ州とジョージア州2つの州で終身刑レベルの凶悪事件を犯していたんです。事件を担当した検察官はジュリスについて次のように語っています。彼女は明らかに遊びのために殺人を犯しています。人殺しが好きなんです。専門家によるとジュリスは病理レベルにおいて最悪の段階にある殺人者だといいます。その凶悪度はなんとチャールズ・マンソンやテッド・バンディなど伝説級の殺人鬼よりも上とされているんです。めちゃくちゃやばそうなんだけど。いや、ほんとそうなんですよ。これ当時18歳のね、女性がそんなにやばいやつだってね、誰も思わなかったんです。というわけで本日のメトラキーワード、悪の22段階について。
悪の22段階。アメリカの精神科医マイケル・ストーンは殺人の病理レベルを22の段階に分類しています。それが悪の22段階。レベルが高いほど精神病的傾向が強く、再犯の危険性が高いと言います。レベル1は自己防衛のための殺人や衝動的な殺人といった悪意の少ないタイプ。一方、レベル22は精神病室の拷問殺人者タイプ。長期にわたる残忍な拷問を加えることを主な動機としており、残忍で共感や後悔といった感情が欠如しています。例えば、以前アルゴメトリーでも紹介した連続殺人鬼ジェフリー・ダーマーが当てはまります。そしてジュリスも同じくこのレベル22に該当しているとされていたんです。なんでそんなヤバい人になっちゃったわけ？この人子持ちでしょ？まあそうなんですけどね。このジュディスが一体どのような犯罪を犯してきたんでしょうか。彼女を犯行に駆り立てた背景を見ていきたいと思います。運命の出会い。1964年6月7日、テネシー州マーフリーズボロでジュリスは生まれました。幼少期からかなり不幸な境遇で育ったようです。アルコール依存症だった父親はジュリスが9歳の時に事故で他界。それを機に家庭環境は悪化。性に奔放だった母親はジュリスと暮らすトレーラーハウスに複数の男性を連れ込んでいたといいます。こんな家早く出て行ってやるわ。不幸のどん底にいたジュリスですが、彼女が15歳の頃、運命の出会いが。俺と一緒に街を出ないか。そんな言葉をかけてくれたのはアルビン・ニーリー。当時26歳の大柄で人の良さそうな男でした。15歳のジュリスにとって26歳のアルビンは頼れる大人の男性。この時アルビンは既婚者でしたが、離婚してジュリスと結婚します。26歳の既婚者が15歳の少女と完全にアウトじゃないこれ。この時点で犯罪みたいなものですよね。そうよ。ただね、これジュディスにとっては救いだったんです。しかしこの出会いはジュディスの悪を目覚めさせるきっかけにもなってしまった。居心地の悪い実家を捨て新生活を始めたジュリス。しかし幸せな結婚生活とはいきません。というのもアルビンは自動車泥棒で生計を立てていたから。結婚後、ジュリスとアルビンは各地を放浪としながらコンビニやガソリンスタンドを襲って回りました。そして1980年のある日、2人は女性から小切手を強奪。奪った小切手を換金しようとしたところを逮捕されます。いくつかの強盗事件で逮捕状が出ていたアルビンには懲役5年が言い渡されました。一方、ジュリスはまだ16歳。そのため日本でいう少年院にあたる YDC に収監されます。しかしこの時彼女のお腹にはアルビンとの子供がいました。そのため YDC の中で双子を出産することになったんです。無事出産を終え体調も落ち着いた頃、ジュリスは刑務所に収監されているアルビンに一通の手紙を送りました。ジュリス、なんてことだ。手紙を読んでショックを受けるアルビン。そこにはこんな内容が書かれていたんです。 YDC の職員から性的暴行を受けた。ジュリスの訴えには証拠がなく事件化しませんでしたが、アルビンはジュリスの言葉を信じ怒りに震えていたんです。これって大問題じゃない？少年院でってことでしょ？実際にね、ジュディスが被害を受けたかどうかは分かっていません。ですがジュディスとアルビンは強い復讐心を燃やしていたんです。復讐の始まり。あいつら絶対に許さない。アルビンは最初の逮捕からおよそ2年で早期の釈放を許されました。出所後すぐにジュディスと共に犯行を企てたんです。1982年9月11日、2人は YDC 職員のケン・ドゥーリーの家を襲撃し4発の銃弾を撃ち込みます。翌日、同じく YDC 職員のリンダ・アデアの家に火炎瓶と焼夷弾を投げ込んだんです。ジュディスはケンから性的暴行を受け、それを企てたのがリンダだと主張していました。幸い怪我人は出ませんでしたが、そのせいかジュディスの怒りは収まらなかったんです。ジュディスとアルビンは次の標的を探し始めます。でも復讐終わったんじゃないの？矛先が変わってきてんじゃない？もはやね、復讐のためという動機ではなくなっていたんです。1982年10月4日、ジュディスは若いカップルに声をかけました。ターゲットになったのはジャニス・ケイ・チャットマンとジョン・ハンコック。道がわからないふりをして声をかけたジュディス。彼女の車には双子の子供が乗っていました。子供がいることでジャニスは警戒心を解いてしまいます。ねえ、これから友達とパーティーするのよかったら一緒にどう？ジョンはあまり乗り気ではありませんでしたが、恋人ジャニスに促され一緒に車に乗り込むことに。それからしばらくしてジュディスに無線で呼び出された夫のアルビンが合流しました。すまないがちょっと止めてくれないか。途中でトイレに行きたくなったジョンは用を足すために車を降りました。その後をジュディスが追いかけます。あなたの彼女は私が面倒を見てあげるわ。ジュディスはそう囁くと背後からジョンを撃ったんです。ジュディスとアルビンの目的は最初からジャニスだけでした。男の連れであるジョンは2人にとって邪魔者でしかなかったんです。そして2人はジャニスをモーテルの部屋に監禁し、数時間に及ぶ拷問の末殺害しました。拷問って何よ？数時間何したっていうのよ？何をされたかっていうのはもう一つの事件から皆さんも考えてみてください。何
もう一つってどういうこと？実はね、ジュディスとアルビンが人を殺したのはこれが初めてではなかったんです。ジャニスを殺害する1週間ほど前の9月25日、ジョージア州ロームのショッピングモールでのこと。13歳の少女リサ・アン・ミリカンは迎えの車を待っていました。一人でどうしたの？心配そうに声をかけてきたのはジュディス。その時ジュディスは妊娠していました。リサは自分より少し年上くらいで、明らかに妊娠中のジュディスに対し警戒心を抱くことはなかったのかもしれません。よかったら家まで送るわよ。暗くならないうちに帰った方がいいわ。親切なジュディスの申し出をリサは受け入れてしまいます。ところがジュディスが向かったのはモーテルの一室。そこには100キロ超えの大柄なアルビンが待っていたんです。そうしてリサはアルビンとジュディスによって何度も性的暴行を受けることに。彼らが起きて眠る間、リサは裸のまま床で眠らされたようです。そんないつ終わるともしれない鬼畜の所業が3日間続きました。さらに驚くことに、リサを凌辱し拷問する間、双子の子供が同じ部屋にいたんです。子供がいる目の前でやってたっていうの？これ子供たちはね、まだ2歳だったんで何されてるかわからなかったみたいですね。ですがね、ちょっと信じられないし、リサへのね暴力っていうのは続くんです。9月28日、ジュディスはリサをモーテルから連れ出した。しばらく車を走らせて着いたのはアラバマ州フォートペインの崖の上。これで楽になれるわよ、リサ。そう言ってジュディスが取り出したのは1本の注射器。そこに排水管クリーナーを充填し、リサに注射した。排水管クリーナーはリサの肉を内側から溶かしていった。血管を通って筋肉や脂肪を次第に蝕んでいき、リサの体を耐えられないほどの熱と痛みが襲った。熱い、苦しい。なかなか死なないわね。リサがすぐに死ぬと思っていたジュディスは次第に苛立ち、何度も注射針を突き刺した。その回数なんと6回。6度注射されても苦しむばかりで意識を保っていたリサ。業を煮やしてジュディスはついに銃を取り出す。今度こそ楽にしてあげる。リサはジュディスによって後ろから撃たれて死亡。ジュディスは遺体を谷に蹴り落とし、その場を去ります。そしてモーテルに戻るとすぐにジュディスは電話をかけました。ジュディスが電話をしたのは警察署とラジオ局。なんとジュディスは遺体の場所を通報したんです。なんなのこいつ、意味がわからない。何？反抗したこと自慢したいの？このジュディスのね行動っていうのは意味不明なんですけれども、この通報が命取りになるんです。犯人の声。ここで皆さんには先ほど紹介したカップル殺害事件を思い出してもらいましょう。実はジュディスに撃たれた男性ジョンは生きていたんです。重傷を負いながらも道路に這い出したジョンは通りかかったトラックドライバーに発見され、そのまま病院に搬送されていました。迅速な治療を受け、なんとか生き延びたジョンが向かった先は警察署。そこで警察に双子を連れた女に撃たれたことと恋人のジャニスが連れ去られたことを証言したんです。話を聞いた警察はジョンに音声テープを聞かせました。この声に聞き覚えがありますか？それは決して忘れることのできない女の声だったんです。これだ、この声だ、間違いない、この女が俺を撃ったんだ。そうなんです。警察が聞かせたのはリサの遺体の場所を教えるジュディスの声。警察はこの通報者を特定しようと捜査していたんです。ジョンの証言から双子と聞いてピンときていた捜査官。遺体の場所を通報した女性が少年院出身者特有の表現を使ったため、警察は容疑者を10名に絞り込んでいました。その中で双子を出産したのはジュディスだけだったんです。ジョンの証言によりジュディスは逮捕され、数日後夫アルビンも逮捕されました。それにしてもジュディスはどうして自ら通報したのでしょうか？そこには彼女の憧れが関係しています。ジュディスとアルビンは自らをボニーとクライドと呼んでいました。ボニーとクライドは1930年代に銀行強盗や殺人を繰り返した犯罪者カップル。またジュディスはアルビンと無線で連絡を取る際、レディー・サンダンスと名乗っていました。こちらも実在の銀行強盗に倣ったもの。さらに逮捕されたジュディスはリサに対する犯行を自慢げに語っていました。これらの事実からジュディスが犯罪者へ憧れていたことが伺えます。ところが裁判になると彼女の主張は一変。なんとジュディスは陪審員に対し、自分の行動は全て夫の指示によるものであり、恐怖から行動したと語ったんです。しかしリサの殺害現場にアルビンがいたことを示す証拠はなく、アルビンもまた全てジュディスの計画だったと主張しました。お互い相手のせいにしようとしてるってこと？自分から進んでやってるようにしか見えないけどね。当時ね、ジュディスに対しての同情の声も多かったんです。ですがアルビンのね強盗の手口を見る限り、かなり短絡的な人物だったと言われてるんです。そのためジュディスの方が主導権を握っていたという説が有力なんです。アルビンはジョージア州の殺人と過重暴行の罪を認めた一方、リサの殺害に関しては裁判にかけられることはありませんでした。1982年12月、アルビンに終身刑が言い渡されます。そして1983年4月18日、ジュディスはアラバマ州でリサを誘拐、殺害した罪で死刑判決を受けました。判決を下された時、
時、ジュリスは18歳。当時のアメリカで最年少の女性死刑囚となったんです。ちなみに死刑判決を受ける少し前にジュリスは3人目の子供を出産しています。その後彼女は終身刑に減刑され、今でも刑務所の中で罪を償っています。一方、夫のアルビンは2005年10月に刑務所内で亡くなりました。去年52歳でした。ジュリスがアルビンより凶悪で主犯だったという見解が多い中、アルビンに洗脳されていたという声も少数ながら上がっているんです。その証拠にアルビンに出会う以前のジュリスには目立った犯罪歴はありませんでした。代理人によれば、ジュリスはもし自分の命を犠牲者の命と交換できるならそうしたいと何度も語っているそうです。ジュリスは本当に凶悪な殺人者なのか、それとも夫アルビンから犯行を強要されただけだったのか、あなたはどう思いますか？